こんにちは、ひとりラボです。このプラスチックのおもちゃみたいな CNC マシーン、正直最初に箱を開けた時は大丈夫かって思いました。でもこのマシーンとっても高性能なんです。何十万円もするハイエンド機にしかついてない機能が2つも搭載されていて、木材、アクリル、アルミ、さらには基板まで加工できるんです。今回はサインスマートの小型 CNC マシーンキュビコを徹底的にレビューします。いいところも悪いところも全部お見せします。 CNC フライスを使ったことがある方ならこの外観に不安を感じると思います。私もそうでした。でも実際に触ってみると意外としっかりしています。本体サイズは 330×330mm、 高さは 320mm、 デスクの上に置けるコンパクトサイズです。透明なカバーで完全に覆われた密閉型。カバーは上にスライドさせるだけで取り外せます。作業範囲は 150×110mm、 Z 軸の移動量は 40mm、 スピンドルは 75W モーターで安価な 3018CNC などでよく見かけるタイプです。モーターの最高回転数は毎分1万回転です。チャックは8分の1インチまたは 3.175mm のエンドミルを使用します。X 軸には 10mm のリニアシャフト、Z 軸には 8mm のシャフト、Y 軸はダストカバーに覆われているので見えませんが、底板を外して確認したところ、X 軸と同じ 10mm のシャフトが使われていました。すべての送りネジは 8mm の台形ネジ、ステッピングモーターはネマ17です。フレームは鉄でできていて、コンパクトなサイズだからこその剛性があります。このキュビコ、見た目にそぐわず高性能な機能が2つ搭載されています。1つ目は自動でエンドミルの高さを合わせるツールセッターです。普通は紙を挟んでちょっと引っかかるくらいとか、やったことある人ならわかりますよね。地味で緊張する作業。しかもエンドミルを交換するたびに行います。でもキュビコは違います。ボタンを押すだけで自動で高さを測定。エンドミルを交換してもまたボタンを押すだけ。今までエンドミル交換が面倒で無理やり1本で済ませることがありましたが、このマシーンなら躊躇なく複数のエンドミルを使います。まさに神機能です。もう一つはハイトマップ機能です。材料の表面を自動でスキャンして傾きを補正してくれる機能です。少し傾いてるだけでしょって思うかもしれませんが違うんです。特に基板や薄い材料は完璧に平らに固定するのがほぼ不可能。 0.1mm の傾きで彫刻が深すぎたり浅すぎたりします。でもハイトマップ機能があれば自動で補正してくれます。これも通常は高級機種にしかついてない機能です。今回本体に加えて4つのオプションパーツも提供していただきました。これら全部使ってこのマシンの可能性を探っていきます。まずは SD カードに入っているテストデータで基板を作ります。材料は銅箔付きの生基板。この銅の部分を削って回路を作ります。付属のクランプは両面使えて薄いものから厚いものまで対応できます。材料の固定ができたら付属の V ビットを挿入して、入りません。コレットのサイズが合っていませんでした。新しいものを送ってもらうことになりましたが、とりあえずパワーアップスピンドルについてきたコレットを使います。家庭用 CNC を買ったらまず最初にすべきことは高品質なコレットを買うことです。付属のコレットは安物なので精度が悪くビットがブレる原因になります。さて、気を取り直して基板の傾きを補正するためにハイトマップ機能を使います。測定範囲と回数を設定してスタート。止まってしまいました。ビットが基板に突き刺さったまま止まっています。もう一度やってみましたが、やっぱりダメでした。説明書通りにセンサーを配線したんですが、どうやら接続方法が変更になったみたいです。基板に直接接触させて再度実行。今度は成功しました。無事に測定できました。ここまで来るのにめちゃくちゃ時間かかりました。さあ、加工スタートです。また失敗です。削れなくなってます。V ビットの先端が欠けてしまっています。その後何回やっても同じでした。
先端の太い V ビットに交換したらようやく加工できました。原因はスピンドルの回転数が速すぎたことだと思います。キュビコの推奨パラメータは毎分8000回転ですが、テストデータでは1万回転になっていました。いろいろありましたが、基板加工問題なし。次はアクリルに文字彫刻をします。今回は文字を彫刻した後に外側を切り出す加工なので、事前に捨て板と合わせておきました。複数のエンドミルを使うので、ツールセッターの本領発揮です。まずは Fusion360 でツールパスを生成。送り速度や深さは推奨パラメータ通りに設定しています。シミュレーションで問題がないので、ファイルを SD カードにコピーしてコントローラーに入れます。プローブを選択したら速度と材料の厚みを入力します。速度はそのままで、材料の厚みは事前に測っておいた数値を入力します。スタート。プローブ速度は毎分 200mm。 かなり遅いですが、ゆっくりなほど正確な値が得られるので、このままにしておきます。計測が終わりました。ビットを材料の上に移動させると、隙間なく完璧に一致しています。厚みを測って入力するだけなので、とっても手軽です。コントローラーでツールヘッドを開始位置に移動させて、X と Y 軸の作業座標を0に設定します。作業座標が0になったことを確認したら、ファイルを選択して加工スタート。最初は80分の1インチのエンドミルで粗削り加工です。サクサクと気持ちよく削れています。ただ 0.1 ミリずつ掘り進めているため時間がかかります。加工時間はちょうど6分でした。粗削りが終わったので工具交換をします。付属の V ビットに交換します。従来ならここでまた紙を挟んで高さ合わせをする必要がありますが、このキュビコはプローブを実行するだけ。前回設定した値が残っているので、スタートボタンを押せば高さを再調整してくれます。念のため確認すると、紙も入らないほどぴったり一致しています。ツールセッターがあると本当に楽です。V ビットでの彫刻が終わったので、フラットエンドミルに交換して切り出します。またプローブして切り出しのために最後の輪郭加工を実行します。材料に激突しちゃいました。プローブした後に一旦上に上げないとダメだったようです。それ以外は問題なく綺麗に切り出せました。特に使い道は考えていなかったんですが、これだけ綺麗に加工できるなら、ハンコや革用の刻印作りにも使えそうです。次は木材加工です。オプションのダストブーツを使ってみます。取り付けはネジ2本だけなので数分で完了。ブラシ部分は磁石でついているので交換も簡単。刃物交換やプローブの時も邪魔になりません。掃除機は弱で作動させていますが、粉塵はほぼ完璧に吸い込まれています。すごく快適に CNC を使えるようになりますが、本体の透明カバーを外す必要があります。透明カバーはキュビコの特徴の一つなので、この仕様はどうなんでしょう。騒音も10デシベルぐらい上がっています。加工が終わりました。残っているバリを紙やすりで削り取って、金具を差し込んだら小物入れの完成です。加工誤差は 0.1 ミリ。ダストブーツのおかげでゴミの影響を受けやすい切り出しがきれいにできています。次はアルミニウム加工です。テストパターンは3種類の溝加工と 2D 負荷制御で広い面積を削っていきます。最初は溝加工です。推奨値よりも負担を増やすと少し振動が発生しますが、問題なく加工できています。最後は大きく削り取る 2D 負荷制御です。
最初の円を描くように掘り進める工程で引っかかりが起きているので、限界ギリギリだったのかもしれません。綺麗に加工できました。次は回転数が2倍のパワーアップスピンドルに交換します。見た目の違いはないみたいです。スピンドルの回転数に合わせて送り速度も倍に設定しています。こちらも綺麗に加工できました。標準スピンドルの半分くらいの加工時間で、さらに仕上がりも綺麗です。騒音は気になりますが、期待以上の結果です。次は思考を変えて CNC で絵を描きます。スピンドルを取り外してペンホルダーを取り付けます。ネジを緩めることでペンを固定する構造なので、最大 17mm まで装着できます。Fusion 360にはペン専用のツールパスがないので、2D 加工から応用します。文字部分はポケット加工。輪郭に合わせて動くので、細かい塗りつぶしに向いています。かぼちゃの絵は面加工。一定方向に動くので、塗りつぶしに統一感が出ます。最後はトレース加工で輪郭をなぞります。できました。ハロウィンっぽい雰囲気のいい感じの絵が描けました。最後はレーザー加工。このマシン本当に何でもできますね。スピンドルの取り付け部分にレーザーモジュールを装着します。狭いので下から入れるのが少し大変です。そしてネジをがっちり締めてもレーザーが固定されません。レーザーを使うには2つの設定を変更する必要があります。GRBL セッティングを選択して32番を1に変更します。次に30番のスピンドルの最高回転数を1000に変更します。ソフトはライトバーンを使います。CNC と同じように SD カードにデータをコピーしてオフラインコントローラーで操作します。まずは位置合わせです。コントローラーで操作すると通常のレーザー彫刻機のようなプレビューボタンがないので、それが不便です。なんとか位置合わせできたので切削開始。綺麗に切断できました。次は彫刻をやっていきます。最高速度に設定しましたが、すごくゆっくりです。CNC の設定のままだと最高速度や加速のパラメーターが低く設定されています。調整すれば数倍の速度で彫刻できますが、切り替えのたびに変更するのが手間なので、今回はこのままにしておきます。完成です。ゆっくり彫刻しただけあって、彫刻自体は非常に綺麗です。木材や革の加工には使えますね。さて、ここまでいろいろ試してきましたが、このマシンの長所、短所をまとめます。長所1つ目は、見た目に反して合成が高いこと。10mm のリニアドットにプラスチックパーツ。CNC というより 3D プリンターのような見た目ですが、サイズが小さいおかげで、一般的な 3018CNC よりもはるかに合成があります。時間はかかりますが、アルミ加工も問題なくできます。2つ目は密閉型で静か。さらにゴミが飛び散らないこと。エンクローシャーがあるので、とっても静かです。そしてゴミが飛び散りません。Y 軸がダストカバーで覆われているのも安心感があります。3つ目は高性能なオフラインコントローラーです。CNC 加工は何時間もかかることがあります。パソコンとつなぎっぱなしは結構不便なんです。でもこのコントローラーがあれば SD カードにファイルをコピーするだけ。パソコンなしでストレスなく加工できます。細かい設定ができるのも素晴らしい点です。最後の4つ目はツールセッターです。これは本当に神機能です。ボタンを押すだけで高さ設定。工具交換も躊躇なくできます。ツールセッターを一度使うと手放せなくなってしまいますね。次は短所です。1つ目はコントローラーの操作性。高性能で安定しているコントローラーですが、操作がとってもしにくいです。
Z 軸の操作は左が下、右が上。これが覚えられなくて何回も間違えました。移動コマンドと移動量の変更ボタンが離れているのも不便です。ちょっと動かしたいだけなのに何回もボタンを押す必要があります。2つ目はハイトマップ機能。素晴らしい機能なんですが若干不安定です。測定時にビットの先端が折れたこともありましたし、削り残しも発生しました。付属の V ビットの品質が原因かもしれませんが、もう少し改善の余地がありそうです。3つ目は付属品の品質。コレットや V ビットなど付属品の品質はいまいちです。高機能な良い機種なのに、これらのせいで第一印象はよくありませんでした。最初に高品質なものを買い直すことをお勧めします。最後は加工時間です。アルミまで綺麗に削れるのはすごいと思いますが、すごく時間がかかります。このサイズのマシーンでは仕方ないですが、過度な期待は禁物です。さて、長くなりましたが、最終評価です。このキュビコは期待以上のマシンでした。そして何よりも手軽に使えることが素晴らしいです。ツールセッターのおかげで面倒な作業が激減。CNC を始めたい初心者や小物や試作品を作りたい人にはおすすめできるマシンです。逆にアルミや真鍮をガンガン削りたい人や完璧な仕上がりを求める場合は高級機種を買うのが良さそうです。CNC を学びたい、趣味でいろいろ作りたい、そんな方には本当におすすめのマシンです。もし参考になったら高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。